こんにちは。今回共有してもらったこの AI 開発大冒険時代っていう資料。これはなんか面白いですね。ええ、単なるツールの比較じゃなくて、これからの AI 開発の未来を描いた、まさに冒険の地図になってるなと。そうなんですよ。今日はこれを一緒に深く読み解いて、AI による開発がどう変わろうとしているのか、その最前線を見ていきたいですね。ええ、非常に示唆に富んだ資料だと思います。まず、大前提としてですね、GitHub コパイロットみたいな AI アシスタントの登場で、開発の生産性自体は確かに上がったんですよ。はい。はい。わかりましたね。ただ、その裏で、バイブコーディング、つまり、雰囲気コーディングっていう、新しい問題が生まれてきたと。雰囲気コーディング。なるほど。なんとなく意味はわかりますけど、具体的にはどういうことでしょう？はい。全体の設計とか、将来の保守性みたいな、ちょっと面倒なことってあるじゃないですか。ありますね。そういうのを考えずに、AI にとりあえず動く行動を次々に作らせちゃう開発スタイルですね。短期的には早いんですけど、気づいた頃にはもう技術的負債だらけの誰も触れないブラックボックスが出来上がってしまうと。多くの現場が今この問題に直面してるんです。その雰囲気で進んだ結果、森で迷子になっちゃうと。で、その課題への答えとして、この資料では、4つの新しい AI IDE が冒険の仲間として紹介されてるわけですね。はい。Amazon キロ、Google アンティグラビティ、GitHub コパイロット、そしてカーサー、それぞれの哲学を比較していくと。じゃあ早速この冒険の地図を1ページ目から紐解いていきましょうか。行きましょまずは1ページ目。これはインフォグラフィックで、この資料全体の要約になってますね。う。ええ。AI 開発大冒険時代というテーマで、左上にいる猫がまさに雰囲気コーディングの象徴で、そうですね。迷子になってる感じが。そこから4つの開発哲学が分かれて、最終的に第4世代のエージェント型 IDE に至ると。ええ。この1枚で面白いのは、単なる機能比較じゃなくて、開発哲学っていう言葉が中心に置かれてる点なんですよ。ほう。そして AI が単なるコードの提案役から開発を計画して実行する監読者へと変わるっていう大きなパラダイムシフトが起きてるぞということが示唆されてます。ここから始まる旅の壮大な予告編みたいなページですね。なるほど。では2ページ目。こちらはタイトルページです。AI 開発大冒険時代。羅針盤となる IDE はどれか。はい。探検家スタイルの猫とロボットが地図を広げてるイラスト可愛らしいですけど、まさに僕らが今やろうとしてることそのものですね。このイラストもよく見ると示唆的ですよ。猫が持ってるのって昔ながらのコンパスとか巻物じゃないですか。あ、本当だ。でも隣には未来の象徴であるロボットがいる。これはソフトウェア開発っていう知的な冒険が AI っていう新しい相棒を得て全く未知の領域へ踏み出そうとしてる、そのワクワク感を見事に表現してるんだと思います。なるほど。そしてその冒険には、まず解決すべき問題があるっていうのが3ページ目ですね。我々は直感の森で迷子になっている。ええ。ここで先ほどのバイブコーディングの問題が深掘りされてます。AI に頼りすぎることで技術的負債とかセキュリティの脆弱性が生まれると。この直感の森っていう比喩が本当に秀逸で、はい。森の中の綺麗な蝶とか面白いキノコ、つまり目先の便利なコード生成に夢中になってるうちに、本来目指すべき堅牢な設計の城への道を見失っちゃう。わかりやすい。そしてよく見ると森の出口の道指標にキロパスって書かれてるんですよね。これが Amazon キロの哲学への伏線になってるわけです。なるほど。その開発環境がどう進化してきたのか歴史を整理しているのが4ページ目ですね。はい。Gen 1のテキストエディタから始まって、Gen 2のインテリジェント IDE、Gen 3の AI ペアプログラマー、そして来るべき Gen 4がエージェント型 IDE だと。ここで重要なのは下のグラフなんです。世代が進むにつれて人間の単純作業、ヒューマンルーティンワークですね。これは減っていく一方で AI の自律性、AI オートノミーが急上昇していると。ほう。特に Gen 4では AI はもはや提案者じゃなくて自律的に計画実行する実行者になる。実行者。はい。これはつまり人間の役割がコードを書く人から AI に何をさせるかを決める監督者に変わるっていうことを意味します。開発者のキャリアを根本から揺るがす大きな変化ですよ。うわぁ、監督者ですか。その第4世代を担う4人の冒険の仲間たちが、
5ページ目でキャラクターとして登場しますね。ええ。設計図を重んずる建築家猫のアマゾンキロ。未知を探る探検家猫 Google アンティグラビティ。巨大な図書館の司書猫 GitHub コーパイロットワークスペース。そして最高の道具を作る職人猫のカーサー。これはわかりやすいな。このキャラクター設定だ、それぞれの IDE が何を最も大切にしているかを象徴してるんです。キロのキーワードは規律、アンティグラビティは自律、規律と自律。で、コーパイロットは統合、そしてカーサーはフロー。この4つのキーワードが以降の比較の軸になります。単なる機能の違いじゃなくて思想の違いだっていうことがよくわかりますよね。そして6ページ目。その中でも特に思想が対立する2つの道が示されると。規律か自律かとして、使用駆動開発とエージェントファーストが比較されてます。はい。左の黄色は設計図を元にロボットと協力してて、右のアンティグラビティはロボットに何か探してこいと指示してるように見えますね。まさに、キロが代表する使用駆動はまず計画し、合意し、そして実行するという哲学。予測可能性とガバナンスを重視してて、AI の暴走を防ぐ安全装置の役割も担うと。なるほど。一方で、アンティグラビティが代表するエージェントファーストは、まず実行させ、結果を確認するという哲学。こちらはスピードと探索的な開発を重視して、AI の能力を最大限引き出そうとする。作るものによって選ぶべき道が全く違うっていうことですね。では、その黄色の流儀を詳しく見ていきましょうか。7ページ目ですね。設計図から城を築く使用駆動開発。曖昧さを徹底的に排除するとあります。ええ。構想をインプットすると AI が使用処分を生成して人間がそれをレビュー承認する。その承認された使用書が正解となって初めて AI が実装に進むと。つまり AI が勝手に何か作る前にまず人間がこれで OK ってハンコを押すっていうステップを絶対に入れるぞっていう強い意志を感じますよね。ああ、なるほど。これでアウトプットの質がぶれないようにしてるわけです。でもそれってちょっと昔のウォーターフォール開発に戻ってるようにも聞こえちゃうんですけど、スピード感は大丈夫なんですかね？いい質問ですね。そこを解決するのが8ページ目。設計者の道義箱で紹介されている機能群なんです。ほう。例えば、エージェントステアリングでプロジェクトのルールを AI に徹底的に教え込んだり、エージェントフックスでコミット時なんかに自動でレビューを走らせたり、つまり人間がやると時間のかかる規律の部分をシステムで完全に自動化しちゃおうっていうアプローチなんですよ。なるほど。エージェントフックスっていうと難しく聞こえますけど、要はコミットしようとしたら AI が自動でコードレビューして簡単なタイプとか規約違反を指摘してくれるみたいなことですよね。まさしく。うっかりミスでの手戻りがなくなる。その通りです。しかもそれをチーム全体で強制できる。もうあの人はレビューが甘いとか、この人は細かいみたいな属人性がなくなるわけです。ああ、それはいいですね。チームの品質の底上げにつながります。キロの規律は大規模開発では絶大な安心感がありそうですね。でも一方でもっと自由に AI に可能性を下がらせたいっていうニーズもあるはずで、その答えが9ページ目で紹介される Google アンティグラビティですね。アンティグラビティは発想が真逆です。エディターの中に AI がいるんじゃなくて、AI の中にエディターがある。開発の主体が AI エージェントになるんです。待ってください。AI が主体になる？プロセスも全く違いますね。人間は目標を指示するだけで AI が思考プロセスをアーティファクトとして提示してくると。そうなんです。人間はそれに対話的にフィードバックするだけ。しかも実装が終わったら証拠としてスクリーンショットや動画まで提出するんですが。そうなんですよ。これってもう部下に仕事を頼んでちゃんとやりましたって報告を受けるマネージャーの感覚ですよね。確かに。開発の主従関係が完全に逆転してる。 AI をそこまで信頼して権限を委譲するスタイル。これがエージェントファーストです。キロとアンティグラビティ、あまりにも対照的で面白いですね。では残る2つ、10ページ目の図書館と工房を見てみましょう。GitHub コパイロットワークスペースとカーソー。はい。コパイロットワークスペースの哲学は、開発はコードがある場所、つまり GitHub で行われるべきという非常に明快なものです。ああ、なるほど。イシューからプロリクエストまで既存の GitHub エコシステムとの完全な統合が最大の強み。いわば巨大な図書館の全てを知り尽くした司書みたいな存在ですね。一方のカーサワは UX 中心。
これはどういうことでしょカーサーは開発者の思考の流れ、いわゆるフローを絶対に妨げない最高の体験を提供することに特化してるんです。フローですか？コーディングの手触りを何よりも重視する。キローとかコーパイロットがチーム全体の仕組みを考えるのに対して、カーサーはあくまで個人の生産性を極限まで高めるための職人の道具っていう立ち位置ですね。なるほど。では11ページ目で、これら4つの IDE が比較表でまとめられていますね。冒険者の記録、開発哲学から AI モデル基盤、ターゲットまで一覧になってます。この表で改めて浮き彫りになるのは、一番下のターゲットエコシステムです。はい。キローは AWS、コーパイロットは GitHub、アンティグラビティは Google マルチクラウドと、それぞれが巨大なプラットフォーマーを背景に持っている。これは単なるエディターの機能競争じゃなくて、プラットフォーマー同士の覇権争いでもあるわけです。その視点で12ページ目、誰のための道具かを見るとさらに面白いですね。シニアとか CTO は設計能力を活かせるキロを好んで、エンタープライズのリーダーは標準化のためにキロか、既存資産との親和性でコーパイロットを選ぶと。ジュニアエンジニアの視点が示唆に富んでますよね。直感的なカーサーを好みつつも、キロとかアンティグラビティを使いこなすには、逆に高いエンジニアリング能力が求められるっていうパラドックスが指摘されているんです。ああ、なるほど。ツールが賢くなるほど、それを使いこなすための問いを立てる力とか、設計能力が人間に求められる。単にコードを書くスキルだけでは価値が出しにくくなるわけですね。そして、いよいよ革新に迫るのが13ページ目。魔法を支える力、エコシステムという真の戦場。来ましたね。AWS、Google、GitHub、Microsoft という3つの城が描かれて、それぞれの強みがまとめられてます。まさに巨人たちの戦いですね。Amazon の強みは、チップから IEM まで全て自社で揃える垂直統合。Google は Gemini 3っていうモデル自体の圧倒的な性能。そして GitHub コパイロットは、Microsoft の資本力と世界最大のコードデータセットである GitHub そのものが武器。このエコシステムの戦いが今後の勝敗を決めると言っても過言ではないでしょうね。さて、これだけ選択肢があると、自分たちがどういう道を選ぶべきか迷いますけど、そのガイドとなるのが14ページ目のあなたの冒険プランを選ぶですね。これは分かりやすい地図になってます。対話の檻から出発して3つのルートが示されてます。ミッションクリティカルな城、キャッスルを築くならキロ。新しいアイデアを高速で試す未開の地、アンチャーテッドテリトリーへ行くならアンチグラビティかカーソル。そして GitHub という図書館、ライブラリーを中心に開発するならコパイロットワークスペース。あなたが今どのルートを旅したいのかを考える良い指針になりますね。そして15ページ目がこの冒険のまとめです。羅針盤が示すもの。次世代 AI IDE の選択は単なるツールの選択ではない。それは我々のチームがどのような冒険をするかという哲学と文化の選択である。これは深い言葉ですね。まさに。この資料が伝えたかった革新がこの一文に集約されてますよね。規律に基づく堅牢な城を目指すのか、自律的なエージェントによる高速な探検を選ぶのか、統合されたエコシステムでの効率的な旅を重視するのか、この問いにどう答えるかが今後のあなたやチームの在り方そのものを決めていくっていうことですね。最後の16ページは付録としてキロ冒険マップが載っています。これも面白いですね。対話の森で仕様、スペックを手に入れて実行の平原へ向かう途中で設定の山脈でフックスを設定したりとか、まるで RPG のマップみたいに開発の流れが描かれてる。8ページ目で見たエージェントスティアリングとかエージェントフックスといった機能がバラバラじゃなくて一つの冒険の旅路としてつながっていることがよくわかります。ここまで見てきたキロの規律っていう哲学がいかにして設計図から城を作るという冒険プロセスに落とし込まれているか、視覚的に理解できる素晴らしい一枚だと思います。いやー、すごい情報量でしたね。16ページにわたって次世代 AI IDE の世界を冒険してきましたけど、単なる機能比較じゃなくて開発の哲学とか文化を問う非常に示唆に富んだ資料でした。これは単に早くコードを書くための話じゃなくて、ソフトウェア開発っていう行為そのものの考え方、チームの在り方を根本から変える
大きな変化の始まりなんだと感じます。うんうん。あなたが所属するチームやプロジェクトがどの冒険の道を選ぶべきか、今日の話がその羅針盤を見つける手助けになれば幸いです。本当にそうですね。さて、今日のこの内容が面白い、役に立ったと感じていただけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。通知をオンにして、我々の次の冒険にもぜひご参加ください。応援よろしくお願いします。